おはようございます。小豆島漁師浜湯です。実はですね、昨日こんな感じでですね、すごいね台風でした。で、今日は僕の動画では多分ねシーズン3ぐらいになる台風の後の、奪海に、網を仕掛けてみたということで、今朝網もやったので仕掛けた網を繰りに行きたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。じゃあ長靴を履いて、はい、じゃあカッパを履いて、はい、それじゃあ沖に向かっていきたいと思います。はい、じゃあ準備ができたので行きたいと思います。今日もカメラマンの太田くんがいないので主観でやっていきたいと思います。よっはい、というわけで今日も小入りでやっていきたいと思います。いつもと違ってね、右上か左上に、ワイプで僕の顔がありません。今日は、なんか顔を乗せる気分じゃありません。別に二日酔いで顔がムクムクというわけでもありません。さあ、それでは準備をしてエンジンをかけて、後ろを外して、出航していきたいと思います。はい、それではポイントへ向かっていきましょう。ポイントへ向かう途中に、あれは親父の船ですね。親父の船があって、親父が僕の船に乗ってついていくと、言ってくれたので、なんか乗ってきましたで、軍手を渡そうとしたらいいわと。で、今ですね、うちの港の前にさっき鳩って言ってこう波をね打ち消すやつがあって、それがねちょうどできております。さあ、それではポイントへ向かっていきましょう。あいにくの天気ですが、果たして魚はかかっているのでしょうか。はい、というわけでポイントの方に到着しました。だいたい24の瞳あたりですかね、これは。はい、それじゃあうちの親父に、操船してもらって、舵を持ってもらって、網を繰り上げていきたいと思います。これが受けですね。こちらが目印となる旗を上げてスイッチをオン。さあ、それでは14ボルトのネットローラーっていうのかな、これなんて言うんだろう、ヤングホーラーとかなんかいろんな言い方があるんですよね。それで上げていきます。で、1匹目カサゴが早速来ました。で、その後はクラゲが来て、お、なんか来ましたね。お、いい夜行が来ました。キジハタ磯の王者です。もう僕のチャンネルでは当たり前に出てきますね。で、次来たのがこちら、またカサゴです。磯回りやってるもんですから、やっぱり磯のもんが多いですね。で、またカサゴで、磯立てって言って目の小さいやつだと黒メバルがかかるんですけど、この目の大きいやつだとカサゴがかかるんですけど、黒メバルはね、めったにかからないです。なんか黒メバルのがツルツルしてるから、目が大きいと多分かかりにくいかなと思います。で、カサゴがまた4匹目、磯立てレベルまでいかないですけど、それぐらいかかってきております。さあ、そしたらまた、いいアコウがやってきましたね。アコウ、小さいアコウは、もちろんみんな大好き、そうリリースでスイッチ映像ですね。さあ、泳いで元気に、他のものを食べて大きくなってください。早い。さあ、そしてレバー繰り上げていきましょうちょっとね、酒を飲んでるから、口があんまりちゃんと回らないです。そして人手が来た。さあ、その後何がやってくるのか。この日はね、確か魚が少なかったのを覚えております。さあ、台風明けだから少ないとかそういうわけではないんですね。実は台風明けでも全然あんまり変わらないのかな。ただちょっと丘の方やりすぎたから、それで台風の波とかで沖の方に魚が逃げてるっていう可能性はあります。で、さっき来てたのがアマテガレ、それからアコウ、キジハタの上がりですね。で、また新しいのやってきました。ソコベラにアマテガレです。アマテガレも冬に向けてね、大変肥えてきてて、煮付けとか、お刺身にすると大変美味しいです。で、こちらがアマテガレ、これがアマテガレ、これがアマテガレ、違うわ失礼しました。あれがメダカガレーだ、メイタガレーだ。なんか最近ね、あれをメイタガレーのことをずっとアマテガレーって言ってた。さあ、網を僕が来るんじゃなくて交代して食っていきます。そしたら次はオニオコゼですね。顔が面白い。で、オコゼっていう名前の由来がなんか醜い顔とかっていう感じでね、なってて、それでオコゼっていう、だから鬼ぐらい醜い顔というね。顔の美醜はね、個人の価値観があるんで何とも言えないんですけれども、顔はあれにしても、味は最高に美味しいよっていうやつですね。さあ、残りも少なくなってきました。
カメラが真横に切り替わって、多分これは僕のカメラかな。さあ何か上がってくるのかと構えているんですが、何も来ない状況が続き、網繰りが終了してしまいました。台風明けの奪回に網を仕掛けてみた、あんまりいい成果は得られませんでした。今日は A が多くてすいません。それでは帰りましょう。はい、さようなら。はい、でこれは、居酒屋で出します。はい、というわけで全然いませんでした。まあとりあえずこの後ね、地元の小学校で水産手前授業があるんで、それ行きたいと思います。なあまだらちゃん。はい、というわけで水産手前授業から帰ってきました。小学生のみんな喜んでくれてよかったです。で、魚がいなくてですね、このままボツになるかと思いきや、もう一個ね、新しい秘策考えてたんですよ。まあそれをやってからのお楽しみということでいきたいと思います。はい、それでは縦網ではね、全然お魚がいなかったので、次なる秘策に打ち出していきます。いつもの僕の冷凍庫から何かを取り出してトン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 、火ののにトンと、何かを石に打ちつけて叩いております。めちゃくちゃ疲れました。暑いです。それじゃあ袋の中には何が入っているのか。そうですね、僕のチャンネルではおなじみ、アナゴカゴのサンマの餌です。でそれを冷凍庫に戻して、船の方に持っていきたいと思います。蓋を閉じた。はい、それじゃあ船の方へ向かっていきます。おっとここで、アナゴカゴがないな。アナゴカゴがありました。ないなというか、まあしばらくしてなかったので、こんな感じでしまっておきました。ずっとね出しっぱだしと日の元というか太陽の光で悪くなります。それじゃあ海ポイントへ向かっていきましょう。とあるポイントです。はい、というわけでね、小豆島のとある川にやってまいりました。この台風明けの川、元井濁川、濁った川に、アナゴカゴを仕掛けて何かを狙っていくと。ワンチャンウナギが入ればいいですね。じゃあこの川のね、沖の方とかちょっとやっていこうかなと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、ただやるだけでは面白くありませんから、台風で濁ってしまった川へ、カゴをどんどん入れていくという企画でやっていきたいと思います。それじゃあ川の方にカゴを入れていきましょう。20個ですね。これで終了。 OK。 それじゃあ帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。この後ですね、居酒屋の方に行って、仕込みとかして、今日テレビのローカルの取材も来るので、それして終わった後に、アナゴカゴを送り行きたいと思います。果たしているのかな。よいしょ。はい、お疲れ様です。というわけで居酒屋の営業が終わりました。ちょっとねかなり夜遅くなってしまって、朝の2時半から、起きててちょっと眠いんですけれども、頑張ってね栗行きたいと思います。果たして濁った川に魚は入っているのか。いきます。はい、というわけで、川の方にやってまいりましたので、早速網を今日も主観で見ていきたいと思います。はい、それでは昼から仕掛けたアナゴカゴ、濁川に仕掛けたアナゴカゴ、果たして何か入っているのでしょうか。川付近ってたまに本当たまにウナギが入るんですよ。で僕もこれ結果は知ってるんですけれども、それはね皆さん見てのお楽しみです。はい、でこれはジャコですね。多分ジャコ天とかになるやつのやつです。メバルの子じゃないと思います。で2個目もスカ、3個目もスカというわけで、なんか入ってましたね。ハゼですね。ハゼ、多分ハゼだと思いますで4個目も多分スカでしょうね。アナゴがね本当に減ってしまいました。で次5個目、僕は操船しております。モガニですね。何か入ってます。モガニが入ってますね。こちら、動画でも紹介したことあるんですけど、いい出汁も出るし味も結構美味しいです。ただちょっと取っても仕方ないので逃がします。で次も0で次も0かな。なんか入ってますね。ちっちゃいタコが入ってます。もちろんこういう小さいタコはリリースですね。さよなら。で次のアナゴも、なし。ちょっと小増しなタコが入ってます。これぐらいだ。ほんでカニを食べてますね。モガニを。こういうカニを入れておいてもタコが入るんですよ。ただ微妙に小さかったのでこれもリリース。その後も繰り進めていきます。これまたスカですね。
でアナゴかごの説明知らない人のために言いますと、中に餌を入れて、一度魚が入ったらもう逃げられないという仕組みになっているものです。でこれがプロのスピードですねアホですねああいうことするからなんか怪我したりしたりするんですね。だからあんまりそういうのはしない方がいいです。横着というか調子に乗るというか、人間程よく、ちょうどよくやっていくのがいいんじゃないでしょうか。でアナゴが1匹だけ入ってましたね。ただ細いのでこちらのアナゴをリリースしようと思ったら穴から逃げていきましたアナゴの穴逃げですねあんな感じで、どっかのね人間の体の穴に置いてもニュルニュル入ってその後も繰り進めて、もうラストぐらいかな、もうちょっとかな。これも全然なんかいましたか。これはタイの子供ですね。タイ語です。もちろんリリースでまたなんかいるのかな。なんかいそうですね。これは何だろう。さっきのハゼのちょっと大きいバージョンみたいですね。多分天ぷらとか、にしても美味しいんじゃないかなと思います。だからもうなんかアナゴカゴというよりなんか小さな魚を見るカゴになってますね小学生とか連れて行ったらこれでも喜んでくれそうですね。で最後のカゴかな、おそらく。何だ、また小さいタコが入ってました。これらがね大きくなってどんどん入ってくれたらいいんですよ。で子供産んだりとかね。で最後の、カゴも繰り終わってアナゴカゴは終了です。残念。はい、というわけでこんなこともあろうかと行く前にね網を仕掛けておりました。それを上げていきたいと思います。まあちょっとはいるでしょうね。とりあえず居酒屋出す分ぐらいはいたらいいな。よし、鉛が来て、さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのか。イワシがいっぱいだ。コンゴロイワシがいっぱい。うわすごいすごい。何これ、イワシだらけだ。これでアナゴカゴするとね結構アナゴ取れます。イワシがいたらタイでもいそうなもんですけどね。すごいよこれ。ほらイワシだらけだ。タイが来た。よっしゃー。タイですね。いやー何もいないですね。ガシラだ。ガシラ。タイだ。いいタイだ。グレート。いいタイじゃないか。タイキャッチ。こちらを生かしていきます。よいしょ。このタイ小さいから逃がそうかな。よいしょ。でリリース。いやもっとどんどん来てもいいんだよ。なんか来た。グレーだ。メジナですね。よう超えてます。なんかいいもの来い。なんだ。またガシラとメジナ。いや川もね前はもっとアナゴいたんですけど、あんな少ないことは本当になかったですね。台風明けっていうよりは多分アナゴ自体がめっちゃ減ってます。なんだヒラメだ。よっしゃー。やれーヒラメ。でこちらのヒラメも生かしていきます。よいしょ。めっちゃでかい。うわーでかいでかい。うわーでかい。いやこうだこれ。黒メバルでかっ。いい黒ですね。スズキとタイだ。ゆっくり行きます。またタイだ。すごいいい。こっちか。稲ゴチ。いや結構取れてますね。よかった。やっぱ短い時間だと魚も生きてるから気持ちがいいです。取れる量はやっぱり減っちゃうんですけど、それでもやっぱり生きてる方はね相場も高いし OK ですね。なんだ。ヒラメだ。程よいヒラメ。
はい、でチビアコウが来ました。チビアコウは当然網から外して、でこちらはリリース。お、いい馬面だ。いい馬面です。はい、でもう一匹。じゃあ網も終了しちゃいました。途中良かったんですけどね、それが続かなかった現状です。はい、じゃあ旗上げて、じゃあ帰って、取れたものを見ていきましょう。はい、じゃあ帰ってきました。取れたものを見ていきましょう。はい、で取れたものがこちらですね。羽とかヒラメとか、マダイとか、まあこれ居酒屋でちょっと出したいと思います。はい、じゃあ取れたものを出していきましょう。とりあえず使うやつを出そうかな。貝と羽、よいしょ。これらを使います。はい、じゃあ締めていきます。よいしょ。締め方はこういってこういってこう、まあ大体この交わるところの斜め上ですね。目のここを締めてクリクリっと、これだけでもう締まりました。でこのめちゃくちゃ超えたヒラメも、ヒラメじゃない、スズキも大体一緒です。でここスズキ色変わってるんで、大体ここの前側ぐらいここ刺してクリクリと、これで OK ですね。でこの膜のとここう切って、で尻尾を落とす。はい、でこの中入れて、で流水で血抜きします。流水とか水の中で血抜きします。で血抜きができたらカゴに移して、はい、じゃあこれを居酒屋持って行って、仕込みしたいと思います。さすがに眠たいですね。はい、じゃあ居酒屋向かい前にいつものラーメン屋さん行きます。朝から空いてます。はい、じゃあ最後に、魚仕込んで寝たいと思います。はい、ただいま。でこれからですね、ちょっと YouTube の声入れの方をやっていきたいと思います。で YouTube の声入れはいつもこういう感じでね、撮って丸くね、僕の顔を切り取って、でここで見ながらね喋るという感じです。でカッパも履いてエンジンをかけてやっていきます。はい、というわけで、全ての仕事が終わりました。とりあえずね、台風明けに仕掛けてみたということで、めちゃくちゃ魚少なかったですね。でもそれがリアルなので、リアルをお届けするという感じでした。今日は、皆さん本日ご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。カメラが下だからこうなってる。